はい、こんにちは、レビです。今回は技術士の春山さんと Twitter のスペースで対談をしたので、そのアーカイブ動画となっております。で、対談に至った経緯なんですけれども、そもそも私と春山さん、どういう仕事をしているかというと、ファクトリーオートメーション、FA 業界と呼ばれている生産設備の自動化をしましょうと、そういう業界において、実際にコンベヤとかロボットとかで自動でパカパカ動くような、そういう機械を設計するという、そういう仕事をしています。例えば半導体メーカーとか、あとは自動車メーカーとか、そういう最終製品のメーカーさんの生産技術の方っていうのがお客さんになって、その生産技術の方が、こんなことを自動でやってくれる、例えば車を自動で組み立ててくれるとか、自動で溶接してくれるとか、そういう装置が欲しいっていう、そういう要求を仕様書という形でまとめるんですね。で、そういうまとめた仕様書をですね、その設備を設計するメーカーに問い合わせて出すんですね。で、その仕様書に基づいて設備を設計するのが設備の設計会社の仕事で、さらに設計だけではなくて製作据え付けまでやりますよっていうところが設備メーカーと呼ばれているところになります。で、その対談のきっかけなんですけれども、私のとあるツイートがきっかけとなっています。詳細設計って基本的に作業時間に対してアウトプットが比例関係だけど、構想設計って作業時間とアウトプットは比例関係とは言い切れないじゃないですか。最悪はアウトプットゼロ、アイディアが出ない。設計やっている方って構想設計の工数どうやって見積もっているんですかね。このツイートですね。これはですね、設備メーカーとか設備の設計会社で設計をやっているエンジニアの方の立場からツイートをしたものになるんですけれども、彼らがやっている設計っていうのは大きく2つに分けることができて、それが構想設計と詳細設計ですね。で、この辺の詳しい話っていうのは過去に私が動画を出しているので、そちらで解説を聞いていただければと思っているんですけれども、今回はですね、その中で構想設計に焦点を当てて話をしています。で、構想設計ってそのお客さんから仕様書をもらって、でそれに基づいて設備メーカーとか設備の設計会社のエンジニアがどういう風にしたらそれが現実のものになるかっていう設計をするんですね。で、その設計内容をお客さんに提案するのと、それに紐づく費用っていうのをお客さんに提示をしてどうでしょうかっていう、そういうことをするんですね。で、それを受けてその生産技術のお客さんが実際に発注をするかどうかっていうのを決めるっていう、そういう流れが構想設計ですね。で、それについての、いろんな問題っていうのが現実あるので、それについて春山さんにいろいろとお伺いしてみました。私はですね、大学を卒業してから7年間は設備メーカーで働いていたんですけれども、現在では設備の設計会社で働いています。一方で春山さんはというと、最初は生産技術、要するに設備を発注する側の人として仕事をしていて、でその中で技術士の資格を取得されました。で、その後ですね、春山さんはその設備自動化に関するコンサルタントとして独立をされて、現在ではその設備メーカーのエンジニアとして仕事をされているという、そういう方になります。で、ご存知の方はもうめちゃくちゃ知ってるんですけれども、春山さんはですね、この業界だとかなり有名な方で、書籍も書かれていたりとか、いろんなメディアにも出演されていたりとか、雑誌の記事にもなっている方だったりとか、そういったかなり大物の方です。そんな方とですね、今回ありがたいことに対談することとなりました。で、動画の本編に行く前に一つ注意事項があるんですけれども、これ私編集中に気づいたんですけれども、私は春山さんが分かるように説明をしているし、春山さんは私に分かるように説明をしているんですね。その関係でですね、それとかあれとかっていう指示語が多かったりとか、あとは視聴者を置き去りにしちゃうような言い回しっていうのが結構多かったりするんですね。ただですね、その視聴者の方にとっても分かりやすいようにという、そういう説明をしてしまうとですね、動画がとんでもなく長くなってしまうので、そこは最低限のレベルしか解説していないということはご了承ください。もし何の話してるか全然わかんないという方がいればですね、コメントに書き込んでいただければ後日私の方から可能な限り回答はしますので、そのような感じでご視聴いただければと思います。それでは本編へどうぞ。こんにちは、こんばんは。こんばんは。はじめましてですね。そうですね。直接お話しするのはじめましてですね。はい。なんかちょこちょこツイッターとかでは見かけていたんですけど、実際お互い喋るのは初めてですよね。そうですね。はい。いやありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。はい。もともとなんか
コンサルかなんかやられてて、ずっと、そうです。なんか、はい。春山さんってずっとバタバタされてるイメージだったんで。まあでも最近は土日ははい。コンサルやってた時はそうですけど、まあ、はい。もうちょっと辞めて就職してはい会社員になってからは、はい。まあありがたいことに土日とかはしっかり休めてますね。コンサルっていうのは、なんか、さっきざっと春山さんの経歴眺めてたんですけど、なんか、もともと生産技術のそうですね、やられてたじゃないですか。はい。がっつり、で、はい。そこからコンサルっていうのは、その生産技術の方々に対してのコンサルになるんですか？やろうとしてたのはそういうところですね。あはい、だから最近のトレンドと合わせて分かりやすいところでいくと、はい。ラズベリーパイ使ってはい。設備の稼働率を取ろうとされてた会社さんとかがいて、はい。でそういうところ行ってラズベリーパイ自体がちょっとうまくプログラムシステム屋さんに作ってもらったんだけども、はいなんかうまくデータが取れないとか、はい。あとデータ取ったけどどう整理してないかよくわからないとか、そういうところにちょっと入って、これデータ取れないのはちょっと設備とここがちょっと良くないねとっていうのを調べてこうですねってやったりとかっていうことはやってましたね。そういうことなんですね。まあそれだけでもないけども、でも結局そういうデータ系は多かったですね。稼働率がどうのこうのとか、はい、IoT がどうのこうのとか。確かにそれはもう生産技術の所掌というかって感じですね。もう今のトレンドですよね。もう今のっていうか5年ぐらい前からずっとトレンドで、はい。なんか最初思ってたのが、自分、生産技術の方々からこう発注いただいて、それをもとに機械を作るのが、私の仕事なんですけど、なんかリビーさんそうですね。設計ですよね。設計請負側なんで、で、なんか最近なのかわかんないですけど、生産技術の方々ってこう。なんでしょう、使用書を出してくれるところは出しますけど、なんか出してくれないところもあったりとか、なんじゃこりゃみたいな、そういう使用書もが来たりとかもあるんで、なんかその辺をサポートとかしてるのかなって思ってたんですけど。それをやりたかったんですよ。そういうことをやろうとしてて、そういう仕事もあったりしたんですけど、なかなかちょっと難しいというか、発注者側でそれが必要だと思う人がちょっとよく分かってないと言いますか。私は今の仕事は受注者側なんですよね。設備メーカーなので、受注して私はそこで機械設計する方ですけども、その立場でいる方と、あと発注する側にも、さっきリビーさんおっしゃったように生産技術側にいたので、生産技術も言い出すときりないんですけど、私がやってたのは、そういう設備の開発とか、新製品を作るための設備をちょっと作るっていう立場にいたんで、その時だとだから発注者側になるんですよね。1から10まで自分で作るわけじゃないから、でその時での自分の常識みたいなのもありつつ、分かりやすく言うと、当時はだから丸投げしたら失敗するって分かってるのである程度のところまでは自分で開発っていうのをやるんですよね。でも受注者側に行くと、みんながみんなそうでもないなっていうのは、それは会社の体制みたいなのが当然あったりとかすると思うんです。みんながそうではないんだなっていうのはすごく感じるようになりましたね。っていうところで、リビさんがツイッターでも言われてたその構想設計っていう部分はいろいろちょっと難しい部分があるなっていうふうには思うんですよね。ここがねいいなってそうなんですよね。今自分普通に本業で仕事もしているんですけど、副業で単発で仕事も取っていこうかなみたいな、そういうのもやっていたりしてて、でそんな中で大企業行った時からそれを構想設計とか見積もり作ったりとかやってましたけど、改めて考えるとこれどうやって計算するんだろうなってあってで、大企業の時どうやってやってたかなとかって思うと、やっぱ大企業にいた時って、実績があるんで、
実そうですね績ベースでとか、似たような機械で実績の工数こんなもんかかってたからこんなもんじゃないみたいな。そうなんですよね、はいむしろ逆にそこで自分の意見を挟むと、はいなんでってなっちゃうそうのなんですよね。っていうところもあるんですよね。はいっていうのであるんですけど、ただその自分の知ってる機械っていうのは分野がめちゃくちゃ限られてるんで、はいじゃあ他にじゃあ自分で個人でこういろんな、業界に入ってちょっと設備設計できますってやっていこうとすると、似たような機械ってそんなにないんですよ。はいそうですね、はい多分ね、最終的にそうなっていくんですよね。でもそんな中最終的にでこう自分でこうなんか売り上げ上げてこう事業を軌道に乗せていくみたいな考えたときに、いやその方法以外でどうやってやるんだろうっていうになって、はい、ああいうツイートしたらなんか意外と皆さん同じようなこと悩まれてんだなっていうのが分かって、やっぱり結論的にははいやっぱり自分でやったことないとなかなか難しい部分、会社の実績もそうなんですけど、はいそれ以前には私みたいに何度か転職してるとかいろんなことやってたら、はいそもそも自分がお前それでできるのかっていうところがはいやっぱり出てくるわけで、はいちょっと遠回り話、いいちょっですよと話を一回広げさせてもらいますね。はい前提として私がお話ししてるのは、私は設備設計の構想の話をさせてもらってるじゃないですか。はい設備とか生産技術的なところの設備のはいずっと仕事してるから。はいで、そこの構想と量産ラインのそういう製品の構想のはい見積もりだと全然違うなっていうのは一つあるっていうのはちょっと押さえておいてほしいかなっては思うんですよね。で、なんでこんなこと言うかというと、はい多分量産設計で新しい製品を開発しようとするところって多分ほとんど見てもらえないんですよ。構想設計とか開発設計って。月に1000台ものが出ますよっていうような製品を作ろうとすると、はいもうたくさん出る方の方が、はいコスト的に大きいので、はいそうすると開発のコストって薄まっていくじゃないですか。たくさん出れば出るほど。はいなのでそこはあんまり見られないんだろうなっていうのを思いつつ、そっちとはちょっと違いますよと、私の話はそうではないですよっていうのをちょっとはい言っておきたいなっていうのがあって、はいで私の話はだから設備設計とか設備の開発とかになってくると、はいそれを作る方からしても年に何百台も出ないような設備だったりするわけで、はいで会社さんからすれば年に1台入れるぐらいのそんな話になってくるんで、はいそうなってくるとそこにかける構想開発のコストってまた変わってきますよっていう、そうですね。っていうところがまず前提としてあります。はいでそうなった時に今やってる仕事でお話まずさせてもらうと、はいもうある程度決まってる設備メーカーなので、はいこういう設備を作りますっていうのが決まってるわけなんですよね。はいでこういうあるワークを導入してもらって、はいそしたらそのワークにこういう処理をします。はいでそのワークを払いだ出しますよと、はいでそれを全部自動でやりますよはいっていう設備なんですけども、はい基本はある処理をするっていうのが基本なんですけども、はい例えば最近の流行りだと、だから投入するときにそのワークそのものが正しいものかどうかっていうのを判別してほしいとか、である処理をするっていう前にちょっとなんかゴミとか傷がないかを判別してほしいとか、そういうのってやっぱり増えてると、私がいる業界だけじゃなくてそういうニーズってすごい増えてると思うんですよね。5年前ぐらいに AI ってすごい流行ったと思うんです、今もなんか言う人多いですけど、AI で画像認識すれば何でも見れるみたいなことを言うベンダーさんがいっぱいいたんですよね。そうすると、じゃあなんか今目視検査してるの全部 AI とか画像処理でできるんだって思っちゃうじゃないですか。何でもできるっていう。っていうのがあるんで、そういうのもメーカーさんに全部任せ
たいっていう流れが一回できちゃって、それはもう多少まだ残ってるというのがあって、できねえよって私は思ってるんですけど、はい、正直。よく思いますね、そこは。はい。例えばそういう基本の流れでワークを投入してもらって、それに処置をして、こうしてほしいっていうところの依頼を受けたときは、はい、まあ、ある程度構想当然できるから、多少の、ね、メーカーさんお客さんによって変わるけども、はい、まあそれはいくらでも見積もりできるわけですよね。まあ構想も見積もりはしやすいですね。はい。でその時に今言ったように、例えばカメラ認識でこういうこと判別してほしいとか、はい、言われたら、これはもう開発要素になってきて、はい、で実際にどうやってどういうふうに見てどういうカメラでっていう構想を練らなきゃいけないわけですよね。でカメラ認識はまあでちょっと例が悪かったな。でも例えば全部ブラックボックスっていうか、まあ、壁でくぐっちゃって真っ暗な部屋の中で専用の照明にして、はい、でこの傷を限定的に見ますみたいなとかであれば、はい、そんなに難しくなかったりするんですけど、はい、とかまあそういうなんていうんですかね、こういう条件ですよっていう限定をすれば、はい、できたりするんですけど、はい、でそれでまず納得してもらえるかっていうところと、はい、あとまあこういう条件だったらできますよって言えるのは私がその経験があるからっていうのもあるんですよね。はい。全然扱ったことなかったら、例えばまあ、知ってる人はまあみんな知ってるんですけど、はい、画像認識しようとすると照明の一つちょっとね照明具合だけでも全然変わったりするんで、画像認識の条件って、はいはい、人がちょっと通ったとか、はい、蛍光灯が切れかかってるとか、はい、そんなレベルでもまあどこまでの精度かにもよりますけど変わったりするんで、はい、だからそれをどうするかっていうところを、はい、詰めていくと全然見積もりも変わるんだけど、それを知ってるからこれぐらいのことをやんなきゃいけなくてこういう見積もりになりますよっていうのは今の私だったら言えます。はい。けどそれを言われた時に経験がなかったらそんなこと知らないから、まあ、はい、なんかメーカーっていうかそう画像処理のメーカーさんもこれでいけるって言ってたらこれつければいけるだろうっていうんで、はい、でやると、まあこんな構想でやりますよってなると、はい、危ないじゃないですか。危ないですね。で危ないし失敗するんですよね。はい。失敗するというのは実際その LINE に投入するとうまくいかないってことが発生するんですよね。はい。その時どうするかですよね。画像処理装置を例えば、に限定して言ってますけども、それ投入するっていうので、見積もりは別に簡単にできるんですよね。なんかこの LINE にいけるかどうかはわからないけど、設備を導入してくれっていうところは一応見積もりはできるんですよね。そういうことなんですよ、ね。ただその結果うまくいくかどうかは知らんでっていう。そこをどうするかっていう話。そうなんですね。はい。で、だからそこがすごく意見が分かれるところなんですよね。はい。で、私が正義にいて、発注者側にいた時って、はい、全部自分で条件出しをしてたんですよね。はい、絶対失敗するって分かってるんで、はい、だから全部条件出しをして、でそこに関してはこれでやってくれっていうので出すんですよ。図面も出してるんですね、当時ちゃんと、これでやるから。でむしろこっちで作るからその前後を作ってくれぐらいまでやってたんですけど、すごい。だから、そこまでやってくれればいいんだけど、っていうところですよね。そしたら見積もりもお互い簡単なんですけど、はい。そうですね。プロセスがちゃんともう確立されてるとか、条件出しが確立されてれば、やりやすい。そうなんですよね。はい。だから私が正義で仕事してた時ってずっといわゆる心臓部は自分で開発しろっていうのはずっと言われてたんですよ。はい。そこは任せるなと。だけどそうじゃなくて任せたいという人も増えてるわけで、今。はい。でそれは別にお客さんがサボってるわけじゃなくて他のことで忙しくて、はい、
そこまでの人員確保できないっていう現実もやっぱりあるわけですよね。その忙しいっていうのは、そのやることが増えちゃってるのか、単純にマンパワーが足りないのかとか、なんかどういう雰囲気なんですかね。単純にマンパワーが足りないっていう雰囲気と、はい。あと機械屋さんがいないですね、お客さんサイドに。あ、そうなんですか。っていうのはすごく受ける側に立って思うのは本当そうですね。へえ。結構大きな会社さんとかでも、はい。設備導入の話するときに機械屋さんがいなかったりするんですよね。へえ。なんなら工場長と直接話してそれでおしまいみたいなこともあったりとかして。あ、でも確かにそうですね。自分もいろいろ引き合いいただいて話するとき、大体工場長か社長ですね。多分そうそうですね。なんですね。大体そうです結局発注する権限持ってるところと話をして、あとお任せっていうのが。そうですね。これは超個人的な話なんですけども、いいか悪いかで言ったら個人的には悪いと思ってて、はい。そこはちょっと力つけなきゃいけないんじゃないのって思ってたから独立して、そういうことを教える立場でコンサルやろうと思ってたんですけど、はい。ちょっと現実的にはそれはもう無理だなっていうところもあって、はい。で、じゃあ結局構想設計で誰がやるのって話になってくるんですよね。はい。そこがしっかりできてれば見積もりって割とそんなに難しいことないと思うんですよ。仕様がしっかりしてれば。はい。あとはその仕様がしっかりしてれば自分にできるかできないかって判断してできないっていうんだったら断ればいいし、できると思うんだったらそれは見積もりもできますからっていう。結局そこなんですよね。突き詰めると仕様がどんだけしっかり作れるかっていうところで、その仕様を誰が作るかっていうところなんですよね。なんか、ここ、2、3年ぐらいの春山さんの肌感でいいんですけど、なんかその、使用書、そのお客さんからいただくとして、どれぐらいのレベル、その春山さんがやられてたレベルを100だとしたら、大体どれぐらいのレベル感で出てくるんですか？私を基準にするとあれなんですけど、基本的には受ける側がもう1から10全部調べて、お客さんの常識まで全部調べて、やらないと、あと怖いことがあるんじゃないかなっていう感じですね。めちゃくちゃ時間かかる。時間かかりますね。はい。で、そしてその時間ってお金になるのって言ったらなんないですよね。ならないですよね。下手したらそれで失注するっていうこともありますね。本来、この設備設計なんで、設計がメインのはずが、なんかどちらかというとコンサルやってる時間の方が、なんか最近長いなって。そうなりますよね、きっと多分。で、そのコンサルに対して、お金もらえてるならまだしも、もらえてない。もらえないんですよ。だって、そこをコンサルしますって言って、独立しててやってたわけが、結局そこでうまくいってないわけですから、そこでお金をもらえることはまずないと思います。実務をやってくださいっていう案件もいっぱいありましたよ。むしろそっちがほとんどなんですけども、設計、ここの辺設計やってほしいんですけどとか、この辺のプロマネやってほしいんですけどみたいな話いっぱいありますけど、基本全部断ってましたね。これは正社員の方が本来やるべきです。外部のやつに頼むなよって毎回思ってて。なんで外部の人に頼むの？それをまず自分たちでやってできなくて困ったら頼んでこいっていうスタンスだったんで。なぜそれを頼もうとするかって言ったらやっぱり人手がないからですよね。最近っていうかだいぶ前からだと思うんですけど、その展示会とか、そういう新しい技術が出ましたみたいな、そういうリリースとかって大体生産技術の方向けじゃないですか。DX だのなんだのとかって。ネタは転がってる気がするんですけど、やっぱそれでもしんどいのかなって思っちゃうんですよね。
結局言葉変えてるだけだと私は思うんですよね。ずっと DX のなんか新しい言葉が出てきたじゃないですか。はい。ごめんなさい、ど忘れしましたけど、最近出てきてて、で、その前は、はい。CX だな、なんだろうっけ。はい。ずっとだからあれ、言葉遊びをしているだけなんですよね。誰かじゃないけど、まあまあ、個人的には DX の前が AI で、はい。でその前が IoT なんですよね。はい。で、AI っていうのは、集まったデータを解析するためのプログラムというかソフトというかが AI なわけじゃないですか。はい。解析するのが。はい。で、その AI が解析するためのデータを集めるのが IoT だと思うんですよ。はい。いろんな、そうですね。いろんなドームの IoT ネットでつなげて、はい。データ収集すると。はい。でも、そのためには、まずいろんなものがデジタル化してなきゃいけないじゃないですか。はい。だから、IoT って言い出して、AI って言い出したのはいいんだけど、はい。いや、ちょっと待ってよと、それをしばらくやってたんだけど、ちょっと待ってよと、製造業どこもデジタル化まずできてねえじゃないかっていうんで、DX が出てきたんだと思うんですよね。だから交代してると私は思ったんですけど。なるほどな。そっか、そう考えると、あれですね、なんかソフトウェアの技術とかを生産技術の方たち勉強しましょうよ的なのがトレンドになってるせいで、余計生産技術の方に機械屋がいないって感じになってるんですかね。そうですね。そんなことをね、しなくていいと思うんですよね。やってるから、昔からっていうのはあるんですよね。なんかごちゃごちゃ、私もラズベリーパイ使ってどうのこうのっていうのもちょっとやったりもしますけども、はい。いや、もうぶっちゃけ PLC でいいやんってちょっと思うんですよね。PLC 発表お前らまずって。ただ PLC でやろうとすると、はい、オンラインを一回切ってやらなきゃいけないんで、はい、改造って。はい。はい、せずに簡単にできるのがラズベリーパイだとは思うんですけど、はい。そんな感じで構想設計やる機会ってなると、はい。割と機械の設計してると、前からそうなんですけど、ある程度のことで確立がもうされてるんで、はい。まあ、今機械の設計やってるところでもそうですし、はい。本人生産技術やってた時とかでも、はい。ある程度のコンベヤー使ってラインでつないでワークがで、そこでなんかストップバーで止めて一決めして、はい。組み立てるとかあれするとか、別にわざわざロボット使わなくても、はい。ある程度確立はされてるんで、はい。日本においては。でそこからさらに新しいことでコンポーネントまでってなってくると、まあその辺ですよね。今言ったように画像処理でどうのこうのとか、それをデータを収集して、はい。で話になってくることが多いですよね。そうですね。そうなってくると見積もれないっていうのが正直ですよね。一人ではもう見積もれないんで、まあ、見積もれないですね。やれと言えばやるんですけど、はい。多分だからシステム屋さんが見積もるよりかは倍以上の値段になったりはしますよね、きっと。なんかそういうのが、じゃあ、なんでしょう、生産技術の方が本当に分かんなくて、もうとにかく外の方入れて全部丸投げしたいってなった時に、はい、今のところの正解っていうのは、あれなんですかね、SIR に投げるのが正解なんですかね。いや、それは違うと思ってて、でもそれしかない手段としてはSIR に投げたら彼らは割と一般的なところを作ってくるわけであって、だからよくある話として、例えば展示会とかで IoT との事例紹介しますみたいなんで、こんな成功例がありますみたいな話したときに、はい、それを見た人がみんな思うのは、はい、でもうちの現場こうだから、うちの現場は違うみたいな。そういうシステムを導入しようとしても、うちは違うからみたいな、はい、を言う人多いんですけど、はい、うちは違うからじゃねえよっ
ってちょっと思ってもあるんですけど、まあでも現実結構そうなんですよね。だからそこの合わせ込みすり合わせみたいなのが必要なんですけども、はい。そこができる人がいないと思うんですよね。あだから誰もそこの部分の見積もりはできないと思うんですよ。あ、なるほどな。そこのまあ全く同じ現場じゃなくてもやっぱりそういう現場で一生懸命やってきた、はい。まあ、機械屋さんなり電気屋さんじゃないとわからないと思うんですよね。でもその辺がそこってあれですよね。一番ビジネス的には美味しくないところですよね。美味しくないです。大変な割には。めちゃくちゃ大変。だから私がコンサルでやってた時はまずそこを自分たちで何とかやろうとしてくださいなんですよね。はい。でやろうとするんだけど分からないところを教えますよ。こういうふうにまとめたらいいですよとか、こういうデータを取ればいいですよとか、はい。そういうのを教えますよっていうんでやってたんだけど、でも、もう分からないから丸投げしたいなんですよね。もう今の現場。今難しいですよね。例えば10年前ぐらいだったらの人たちだったら全然違ったんだろうけど、はい。ごめんなさいね、ちょっと話を広げちゃいますけど、まあ、世代が断絶しちゃってるんで、まあ、氷河期がいなくなってっていうと、いなくて採用されてなくて、そこがいないからっていうところで、どこも中途採用でなんとかしようとしてるんだけども、そうすると自分たちのものづくりっていうのがもう断絶しちゃってるんですよね。そうすると難しいですよね。でもなんか日本全体で見たら別にそこだけ人口が減ってるっていうわけではないじゃないですか。なんかどこに行ったんだろうっていう。多いですよね。はい。人口はむしろ多いけど採用されなくて新卒で。はい。でその後中途採用みたいな概念もずっと全然今でこそいっぱいありますけども、ずっとなかった。で当時やられたのが派遣の緩和拡大で、でいろんな業界、製造業も昔は派遣ダメだったのができるようになったみたいなのもあって、だから当時派遣村みたいなのも結構問題になってわーわーやってたんですけど、そのなんか氷河期で機械系に行けなかった人たちっていうのはもう他の業界に全員行っちゃったってことなんですか？他の業界に行っちゃったりとかもうまともに就職できなかった人もいるんじゃないですかね。じゃあもう完全になんかアルバイトとかフリーターでずっとなんかやってるみたいな。フリーターとか派遣とかでずっと。そうですね。自分も大企業行った時に、自分入ったのが24か、大学院まで行って24でしたけど、次に年齢が近かったのが、二回り上の課長だったんですよ。なんで4年分いないんですよ、誰も。そういうことです。やべえなっていうのでありましたね。私、新卒で入った時も10年ぶりの新人だって、その部署はですけど、言われましたね。10年ぶりもすごいですね。2つ目の会社行った時は、2つ目の会社は中途採用いっぱいいたから同世代いっぱいいたんですけど、でもそこはいいけど、その後3社目行った時は当時37ぐらいでその会社入った時が1個上がもう40とかで、で1個下が27ぐらいだったかな。だから私を挟んで上と下がもう25ぐらい離れてるんですよね。出たんですよね、当時。これよくやってたなと思って。すごいですね。今だったら40代以上は本当にどこもごっそりいないですよね。なんかあれじゃないですか、一時期何でしたっけ、液晶ディスプレイとかがバカバカ流行ってて一気にこう落ち込んじゃったぐらいの時に、なんか日本の優秀なエンジニアが海外に流出したみたいな
だったじゃないですか。あれってどの辺の年代の方々なんですか？私より10ぐらい上ぐらいの人ですね。あ、じゃあ、氷河期の層よりももうちょっと上の年代ぐらい。氷河期の人たちではない、その上ですね。その上。私が新卒で2004年に新卒なんですけども、はい。私も引卒だから24で入ってで、はい、当時からちょっと過ぎたぐらいからそういう話が増えてきたんですよね。結構耳にするようになったんですよ。はい。優秀な日本のって。で、当時ちょっと半導体関係の製品設計的なこともやってたこともあって、そうするとすごく韓国の話も聞ける機会があって、はい。で、そういう話もいっぱいあるよみたいな。私はただ一平卒だったんで、当時は。はい。なんかそういうところもいろいろあるなっていう話もちらほら聞いたりしつつ、はい。結局その会社も辞めてでいろいろあって30後半ぐらいで、とある電子機器メーカーさんにいた時に、本当かどうかわかんないけど聞いたのはやっぱり韓国とか中国からそういう電子機器日本の電子機器メーカーの技術者にオファーが来る、やっぱりいっぱい来るみたいな話で、である人に本当かどうかわかんないですけど聞いたのはここだけの話ってあれなんですけど、億単位でオファーが来たみたいな話ですね。年収がってことですか？年収が億単位で。億で開発環境も全部整えるみたいな。すごいですね。で、なんで行かなかったんですかって聞いたんですよ。はい。そしたら怖かったって言われて。確かに怖くなるわなってちょっと思ったんですけど。そうですよね。はい。なんか年収億上げるって言われてもなんかやったとは素直にならないですね。ならないです。なんか何を求めてるんだろうってちょっと逆にね。流出的なところをすごく直接的には多分言わなかったんでしょうけど、はい。そういうのは多分言ったら求められてたでしょうね。生産技術の方だったんでいろんなこと知ってる人なんですよね。やっぱり物の作り方とか。はいはい。技術とかはちょっとダメとは思うんですけど、はい。それってモラル的な話でなんか法律的になんかあるのかなというのがちょっと思ったのが一つと、はい。1億円出して好きなことやらせてもらえるって言われたら行きたいと思って相手もそれはしょうがないだろうなとは思いましたね。この方は行かなかったけど、はい。それでいっぱい流出してんだろうなとは思いましたね。流出っていうか行った人いっぱいいるんだろうな。で行って2年3年経った後どうなるかは知らんけども、はい。でも行った人はいっぱいいるんだろうなと。そこで日本のなんか生産技術的なものをいっぱいそこで教えてっていうのはいっぱいいるんだろうなとは思いましたね。なんかあれですね。もしそこで韓国に行ったってなったら、なんかその後は、中国とかフィリピンとかなんか転々としてたら、なんかその転々としてるその方のキャリアの中ではもうそれでなんか成立しちゃいそうですけど。その方としてはね、私もだってありましたよ、中国の人から中国にも行ったこともあるんですけど、はい。行くだけ行って視察だけして帰ってきても何もしなかったんですけど、ただ、はい、2019年ぐらいか、はい、あの時感じたのは中国はもう国のお金のかけ方が全然違うなっていうのがありましたね。共産主義ですからね。共産主義もそうなんですけど、ものづくりの現場を強化するっていうところで、はい、だから例えばね、私が行った時に、はい、その会社さんのとこに行った時に、はい、その会社さんの本社に、はい、ドイツのメーカーの技術者がプレゼンに来るっていうタイミングがあったんですよ。はい。
で、それが来るから、はい、春山さん同行してほしいって言われたんですよ。はい、で、なんでかって、なんで俺が行くのってちょっと当時思って、はい、で、まあちょっと聞いたら、やっぱりそのメンツっていうものがあって、はい、ドイツのメーカーの技術者が、まあ、5人、6人ずらっと来ますよっていう時に、はい、こっちはこっちで体制整えてんだぞっていうメンツを見せなきゃいけないと。はい、でいう時に、日本の技術者で技術士という資格を持ってる技術士、まあ、プロフェッショナルエンジニアリング持ってる人が、はい、ついてんだぞこっちはっていうのを見せたいから来てくれっていうのがそれからそういうのはそんな話もあったりとかでまあめちゃくちゃお金を出してるんですよ、そういう現場に。だからそのドイツメーカーを呼ぶためにもお金はかかってるし、こういう立ち会いをするための本社ビル自体がもうなんかもう本当にもうビルですよ。ビルというか、はい、っていうところに行きますし、全部もう国がもうお金をバーンって出してて、はい、そのお金をもらうためにその日本のこういう技術者に来てもらってるとか、ドイツのこういう技術者に来てもらってるとか、そういうのが必要みたいなのもあったりとかって、もう本当に今は知らないですけど、5、6年前ぐらいだったらめちゃくちゃそうやって国が金を出してるんですよね。はい、日本と全然違うなって。だからさっきの韓国の1億円話もそうですけど、はい、技術者に対してすごくお金を出してるなって、中国も韓国も。だからめちゃくちゃ話を元に戻ると、構想設計で100万人とか300万なんて悩んでるのが、正直バカらしくなるぐらいの感じではあります、はい。いちいち説得しなきゃいけないみたいな日本にいて技術者が一生懸命考えて、これはこれぐらいかかるよなって言って一生懸命考えて出した金額ですら、はいとか言われてみたいな。それはちょっと正直バカらしくなるっていうのはありますね。ちょっと使用書の内容が甘い、今ちょっと言い方あれかもしれないんですけど、ところだとちょっとなっていうところはあって、でも一番多分なんだろう、その競合が少ないところもそこなんだろうなって気もするし誰もできないからもうどうかですよね。でももうめちゃくちゃ難しいところで、多分もう、お金にならないんですよね。新しいものを開発しようとすると。ならない割にはリスクとか責任がとか、そうなんですよ。そこが釣り合ってない感がすごいなっていうのは感じてますね。だからさっき言ったの中国みたいな韓国とかの問答無用で金出してくれるんだったら全然やりますよなんですよ、ぶっちゃけ。でも、本来技術者ってそんなこと考えることすらおかしいと私は思ってて、いやまあ語弊があるんですけど、これにはいろいろ私はまあ考えるんで、ちゃんとお金を、すごく考えるんであれなんですけど、でもそれって技術者本来の姿とは違うよねってちょっと思ってて、分かりやすいところでいくと、ホンダ技研の創業者との話とか逸話とかよく耳にすると、やっぱりさ、技術者だけじゃなくてナンバー2がいるわけですよね。そこが全部ハンドリングしてて、技術者は技術に全振りしてるわけですよ。技術の人は技術に全振りしてて、それを引き出す人がいるっていう体制が一番強いと思うんですよね。だけどそれはもうなんか今はもう全部技術者に押し付けるみたいになっちゃってるのが、だから今日一番言いたかったことは、構想設計の見積もりなんてそんな簡単じゃないよっていうことと、あとそういうお金のことを技術者が考えなきゃいけないのが現状はあんまり、好ましくないんじゃないのって思うっていうところですね。そうですね。事業をやられるリビーさんみたいに自分で事業をやられる方は別ですよ。まあもちろん、そういうのが計算できるナンバー2がいるといいんじゃないかなっては思いますけどね。生産技術の
方から出てくる使用書の中身に対してもっていうところももちろんあるんですけど、はい、その発注先を選定するところって、資材調達じゃないですか。はい。で、自分が大企業行った時の資材調達の、評判だけの話にはなっちゃうんですけど、なんでその企業にしたみたいな。なんだろう。納期と見積もり金額しか見てねえじゃんみたいな。なんかそういう感じのが多いなね。ここの問題もちょっとね、みたいな感じのことがあって。どこに発注するもそうなんですけど、はい、なんでワンクッション置かなきゃいけないのっていうのはすごく思ってきますよね。ぶっちゃけ設備の開発とかになってくると、あらかじめ業者さんと話をしてるわけですよね。そうもちろんしますよね。作れないから、実際に、はいでそれで固まった仕様を持って、調達が発注して、相見積もりを取るっていうプロセスは分かりますよ。私みたいな人間がそういう業者さんと癒着して、それで極端な話、キックバックもらうってできるわけですから、そういうことがないように調達挟んで、っていう理屈は分かりますけど、だけど、実際の発注に行く前に、ある程度業者さんとこれできる、これできないっていう下打ち合わせって絶対必要なんですよね。だからちょっとここはエアシリンダーでやってるけど、ちょっと今回エレキのシリンダーでやりたいんだけど、エレキってやったことある、できるとか、そういう打ち合わせって必要じゃないですか。必要ですね。いや、うちエレキやったことなくて、もう空気だけしか、エアしかできませんって言われたらもうおしまいじゃないですか。そうですね。ということをやって、仕様をそういう話をした上での仕様を固めて、で、調達通して発注しますって言ったときに、ずっと仕様打ち合わせしたところは当然多少高くなると思うんですよね。だってずっと打ち合わせ一緒に私とやってるんだから、それは、当然それも乗っけてくださいって私は言うから、ずっと打ち合わせしてるから、その分を見てくださいねって。でもそこで発行した仕様書を見た他の業者さんはそれで見積もり出してきたら、打ち合わせの時間とか何もなく、それは当然安くなるよねっていうのがあるんですよね。そこちげ後出しじゃんけんが圧倒的有利なんですよ。そうなるんですよ。どこもそうなんですよね。そうなんですよね。ってなってくると、多分打ち合わせとか構想とか全部丸投げでってなる業者が出てくるのはまあ当然かなとは思うんですよね。その時間だってもう無駄っていうことですから。そうですよね。でもな、そこ任せちゃうといいものできないんですけどね。どんだけいい業者さんだったとしても。なんか理想を言うと、その事前打ち合わせ、要するになんかコンサルみたいなところで、まずちゃんとお金を取った方がいいのかなとは思うんですけどね。そうなんですよね。だからそうなんですよ。そこはそこでおっしゃる通り、打ち合わせ料とかコンサル料とか、その使用決めみたいなんで発注してっていうのがいいし。そうですね。どこもかしこも見積もり無料で今やってるっていう現状自体がまずおかしいなとはちょっと。そうですよね。結構あるんですよ。見積もりノウハウを教えてくださいっていう話って、結構あって、で、私は例えば雑誌というか専門誌とかにも連載前持ってたりとか、とある企業さんからウェブでちょっと技術解説書いてほしいとか結構あったりして書いてたりもするんですけど、その中で絶対断るのは見積もりのノウハウを教えてくださいっていうのは絶対断ってるんですよ。これ多いんですよ。すごい多いんですよ。見積もりのノウハウを教えてください的なんて。でもねってとこなんですよね。それっていろいろ理由があってことあるんですけど、まずすごく限定した話になるっていうのが一つなんですし、個人的にはその見積もりしてもらえる時点で、
お金はかかるよってちょっと思ってて、はい。まあ現状はもう無料で全部やってるっていうのは現状なんですけどもね。はい。当然今の仕事とかでも。はい。今の話でもそうですけど、見積もりイコールなんかある程度仕様も固めて、それで見積もりするっていうのがあるじゃないですか。はい。だから簡単に見積もりノウハウを教えてくれって言われるとちょっとなっていうのはあるんですよね。そんな簡単に教えられるというか、価値として簡単に教えていいものじゃないっていう感じはありますね。そうなんだ。結局そこってノウハウとか、あとはものによってのとか、結局構想設計にもつながるんですけども、はい。こういう仕様でって言われた時にそれがどういう構想になって、はい、例えばさっきの話で言うとカメラがいるねと、はい、でカメラ認識画像認識するんだったらカメラがいるねと、でその条件だったら専用の照明がいるねとか、はい、外覧をシャットダウンするためにカバーがいるねとか、はい、そこまでいらないや、カメラだけでいいやとか、その辺は結構ノウハウです。カメラだけ設置すると、その周りも専用の照明とか、はい、カバーでちょっとシャットダウンするとかってなってくると、全然見積もり変わってくるじゃないですか。変わりますね。ってなった時に、画像認識の見積もりのノウハウを教えてくださいって言われたら、お前、それはちょっと条件によって違うよな。確かにこの設備の設計ってもうケースバイケースがめっちゃ多いんですよね。そうなんですよね。それを自分もずっともう情報発信してて、もうつくづく悩んでるんですよ。それを体系だって誰でもできるようにするのが技術だろうって言われたらそれまでなんですけど、その気になればある程度画像処理に関してもある程度のところまではちょっとやったことあるんですけど、この条件ではこうしようみたいな、で、セミナーでちょっと話することもあるんですけど、はい、まあでもってとこですね。そういう基準を作るっていうのは結構大変で、はい、基準作ってこの時はこうですよって作ったはいいけど、やっぱり外れる時ってあるんで、はい、なかなか難しいですよね。なんかはい、思ったんですけど、構想設計でじゃあ、お金を取れるような雰囲気作りを、じゃあ進めていきたいって思ったときに、やっぱなんか例えば技術士の資格が生きるようにするとかって結構有効なんですかね。いや、例えばなんか、ごめんなさい、どうぞ。すみません。例えばなんか法律に詳しい人って弁護士さんがいるじゃないですか。で、弁護士さんに対してお金を払うんだっていうのは、それは当然の認識があるじゃないですか。すごい勉強されてて、資格も取られて、法律のすごい詳しいスペシャリストですからね。はい、スペシャリストじゃないですか。なのになんで構想設計で機械屋のプロはお金取れないんだっていう気がするんで、どうなんですかね。中途半端なところ、立ち位置なんですよね。はい。例えば、私が今、ものづくりをやってて、はい。じゃあ、手を出したことない分野のところの、まさに AI なんかそうなんですけども、はい、AI や IoT とか DX とか手を出したことないけども、自分の製造業の延長のところにあるものを取り入れて何かしようとする。はい。と、ここは俺の庭だと思うんですよね。はい。私だったら。私が例えば工場長で現場を持ってて AI を取り入れようとすると、ここは俺の庭だと思うんですよ。で、一方で、経営やろうとするといろんなことがあって、会計士とか税理士とか、場合によっては法律家、専門家とかも絡まなきゃいけないじゃないですか。これは私、門外漢。全然わからないですよ。AI、IoT が入ってこようとするのは私の庭なんですよ。私が工場長だったとしたら。私の工場に AI、IoT が入ってこようとするんですよね。
弁護士とか税理士とか会計士とかその辺の人たちは工場に入ってくるんじゃなくて、工場の中の経理の部分とか、はい。人事の部分とかそういうところに入ってこようとするんですよね。はい。だからそこって私分かんないですよね。はい。私が工場長だとして私の門外観でもう任せたいとこなんですよ、あなたたちに全部任せたい、任せますって、私経理のこと分かりません、はい、っていうところなんですよね。そういう違いだと思うんですよ。ちょっとはいざっくりと言いましたけど、はい、そこの大きな違いだと思うんですよね。自分の庭か庭じゃないかっていう感じだから、そういう違いが出るのかなっていうふうに思いますね。はい。大丈夫ですかね。ちょっとなんか例え話的な感じでいきましたけど、大丈夫でしたか？はい。じゃあ中途半端っていうところですけど、なんか例えばその資格を持ってるか持ってないかの区分けが持ってるか持ってないかによる、なんだろう、できるかできないかのその線引きみたいなのが難しいって感じなんですか？資格でっていうところにお話しすると、技術士ってなると自分の庭に来るわけじゃないですか。はい。で、なんか難しい資格持ってるらしいけど、だからなんだっていう反応がほとんどなんですよ。私はもう自分自身がもうそうなんですけど、技術士を取った時もそうです。取った時も周りの技術者からはそういう反応を食らったし、はい、転職した後もなんか技術士って何すごいの、じゃあ私も取ってみようかなみたいなこと言われることは結構あったんですよ。取ってから言えこの野郎って言いましたけど取ってから言えこの野郎って言いましたけど、それはまあ私だから言えることであって、はい、でもそういう反応がほとんどですよね。はい。だから同族でなんか偉そうにしてるとムカつくみたいななんか持ってるかもしれない。同じ庭にいるのに技術士取ってても偉いって言うんだったら、じゃあ俺だって取ってやろうかみたいな感じに見られちゃうってことですね。むしろ俺工場長でやってるけど、お前ごちゃごちゃ言うなよみたいなそんなんで偉いって言えるのかみたいな、そんな感じです。そうじゃあ出てけよぐらいの感じです。春山さん的になんかいろんな方、技術者の、エンジニアの方と話をしていて、技術士の資格を取ってるか取ってないかで、やっぱこういうところでエンジニアの方特徴が分かれるなみたいなポイントってあるんですか？少なくとも言えるのは、技術士持ってる人は、はい、ある程度の話のしやすさはありますね。はいはい。その話してる内容がバカなこともいっぱいあるんですけど何言ってんだっていうこともあるんですけども、言ってることは理解しやすいですね。技術士の資格の試験そのものがその論文書くっていうのがあるんで、はい、だからそれ理路整然と、はい、話を組み立てるはうまいなっていうのは思いますね。その結果お前バカかって思うことはいっぱいありますけどね、主張してることがそもそもバカだっていうのはあるんですけど、あんまり技術士だからすごいとかあんまり思わない方がいいと思いますね。ある程度のレベルは担保されるけどっていうところですね。でもなんか技術士と技術士じゃない人って結局庭は一緒でしょって言ってる、なんかそういう認識の人が多い気はしますけど、でもなんか本人たちは分かってないけど、技術士持ってるとか技術士の勉強をがっつりやったことがあるかないかで、なんか能力とかスキル的になんかちょっと線が引けそうな部分ってなんかあるような気はするんですけど、技術士をなぜ取ったかによるとは思いますね。多いんですよな、60ぐらいで最終的にキャリアの名誉職みたいな感じで取る人も多いんですよ、はっきり言って。てかほとんどです、それが。そうなんですか。だって平均年齢見てくださいって話なんですよ。
30代で技術取る人はほとんどいなくて、だから技術士会もそれがちょっとなんていうんで若くて取る挑戦する人を増やそうという動きをしたこともあるみたいなんですけども、今どうかもあんま積極的にかかってないか分かんないですけど、だから私個人としては30代で取った方がいいと思ってるんですよ、技術士程度だったら。言えるぐらいの資格だと思うんで、私はね、そんなに難しいとは思ってないです、私は。確かに自分も大企業いた時になんか技術士目指しましょうみたいなポスターめっちゃ貼ってあったのは覚えてますね。誰が対象になるのかなって考えた時に、そのもう20代の若い人とかだとまだ仕事を完全に把握しきれてない中で、まあ、取るなんてちょっと厳しいだろうなって思いますし、まあ40代とかになっちゃうと今度はもう管理職とかなんかそれに近いようなそのプロマネやったりとかって結構忙しくなるんで、ある程度経験があってかつギリギリまだ本格的に忙しくないって言ったら、まあ30代半ばなのかなって思うんで、そういう人たちがやっぱ多いのかなって思ってたんですけど、私が30代で取った方がいいっていうのは、そういう良いことじゃなくて、個人的な経験談として、当時、技術士機械を持ってる人が欲しいっていう会社さんがいて、かなり好条件で引き抜いてもらったんですよね。機械系の方はあまり知らないと思うんですけど、技術士持ってると建設業絡みだと入札とかで得点が上がるんですよね、技術士が。そうですよね。なんか建設とかなんか土木とかなんかそっちの印象がすごいありますね。と言いながら機械の設備系のことをやってると、機械設置って建設業に入っちゃうんで。そうなんですか。だから機械の設備をやってる人で知らない人とか会社さんとか知らないままやってるところも多いんですけど、本来は機械器具を設置するんであれば、機械器具設置業の免許取ってやんなきゃいけなくて、その金額によっては、技術士みたいなそういうちゃんとした技術者を配置しなきゃいけないっていうのがあるんですよね。知らなかったです。また個人で仕事を受けてるぐらいで全然その範疇に入んないですけど、何千万単位の仕事を受けるとかなってくると、そういう技術者をちゃんと配置しなさいっていう話になってきますけど、なんかあれですか、床の耐荷重云々とかそういう話になってくるからってことですか。床もそうですし、そうですね。機械器具設置の一つの目安でよく言われるのは、機械を置いてアンカーを作らないかっていうのは言われますね、よく。アンカーで決まるんですね。例えば電子レンジみたいなものを持ってきてポンと置いておしまいとかだったら、それ機械だけど機械の器具設置とは言わないよねっていうのはあるんですよね。だけどそれなりの金額の機械を作って持ってきて、でアンカー打って据え付けするっていう風になると、機械の設置だねって。私法律の専門家じゃないから絶対的なあれではないと、解釈ではないと思うんですけども、ただよく言われたのは、持ってってアンカー打ってやったらもうそれはもう機械器具設置になるからなっていうのはよく言われました。なんかツイートしたときに、なんか何名かの方がいろいろ、うちはこうやってるよって、おっしゃってくれたのが、一番多かったのが、その過去案件から、こんなもんっていうのが多くて、次に多かったのが、構想設計で見積もり出すときってもう構想設計終わった状態で見積もりを出すじゃないですか。そうですね。で、そのかかった工数をそのまま載せるっていうのがありましたね。ただこれもどうなんだろうって個人的に思うのがあって、確かにそのかかった工数だけその見積もり設計費として載せたら、それで受注ができたら別に損することはないんですけど、そうですね。
でその構想設計のアウトプットって大体どんなもんになるかって言ったら、なんか組図1、2枚とかで大体収まるじゃないですか。そうなんですよね。はい。で、よくこういう設計費の見積もりって、その図面枚数かける時間単価で見られることが多いじゃないですか。はい。A3 と換算で1枚いくらっていうやつですよね。そうです。で、詳細設計はまあそれでわかるんですけど、それと同じ目線で見られるのが辛いなって。その同じその図面1枚についても、その構想設計で図面1枚書くのって、もう裏でめちゃくちゃ考えてて、いろんなアイディアがある中で取捨選択して、で場合によっては、その部品メーカーと打ち合わせもしてとか、納期交渉とかもしてとか、そこまでやるじゃないですか。そこで出てきた1枚と、はい、その自分でなんか、まあ、こういうなんかセンサーのブラケットあったらいいかでって書いた1枚と同じ、同じ単価っていうのはちょっとなーって思っちゃうな。もうそれおっしゃる通りですね。ずっと私もずっと言ってるんですけど、ちょっと諦めてる部分があって、で諦めてる部分で言うとあれなんですけども、別物として考えてるんですね。で、今おっしゃられてるような、そのある程度固まってて図面描くだけのっていうところが設計だと、設計費で出すみたいなところがあって、そうじゃないところは見えないように散らしてるっていう感じかもしれないですね、今だったら。それはかかるけども、もう例えば今の会社がそうとかいう話じゃなくて、これまでの全部の経験全部ひっくるめていくと、そこはもう明確に何々費って出すんじゃなくて、出さずに、他の利益をちょっとの中で吸収するもんだみたいな感覚ではありますね。なるほど。ダメなんですよ。それはちゃんとやらなきゃいけない。いけないとは思うんだけど、じゃあ、逆に聞きますけど、それ全部数値化できますかって話なんですよね。毎回それを全部数値化するとか、一定の基準でこういうふうにできるかって言ったら難しいじゃないですか。例えばある程度構想ができてて図面を描くっていう段階になっても、その1枚に1時間かかる図面もあったりするわけですよね。10分で終わるものもあれば。だけど、まあ1枚いくらで大体やる、もう図面描くだけだからみたいな感じであるわけで、でもその中の振れ幅って大きいじゃないですか。大きかったりするわけじゃないですか。それを飲み込んでやるんですけども、じゃあ構想設計も同じようにある程度振れ幅があると、いうのを飲み込んだ上でこうですよっていうふうにできますかって言ったら、私はできないと思うんですよね。だったらある程度その他の見積もり全体の中の利益の中に照らしてるっていうのが、ほぼ今の現状だと思うんですけども、それで、例えばだから社内で抱えてる見積もりの計算書と客に出す見積もりの計算書は同じ合計金額でも内訳が違うってことですね。そうです。だから私が作る明細と営業が出す明細は違う。違うってことですね。で、後でなんでこんなの出したんだっていうか揉めることもあるんですけども、まあでもそれは理解した上でも揉めて、あるんですけど、でもそうしないと、なんでこんな図面1、2枚書くのにこんな時間かかってんだと、こんな高いんだって結構言われること多い気がして。そうなんですよね。でも私個人でやってた時に図面書いてみたいな依頼があった時もあるんですけど、それはもう単価4000、5000って言ってましたけどね。設計個人でやってる人で4000、5000だとめちゃくちゃ高い方だと、トップに高い方だと。そうですね、高いと思います。低いと2000円ぐらいでやってたりしますから、そうですよね。ふざけんなってちょっと思うんですけどね。図面で2000円でって、そんなとこに出すのは前のだからみたいな。出す方も出すなよって思うんですけどね。そうですね。4000、5000でも安いと思ってこっちはやってんだよって。そうですよね。思いながら。でもただ
そこも難しいなって思うのが、はい、その4000、5000で出すその理由っていうのが、多分その、実際にはこれだけのクオリティなんだぞとか、これぐらいの時間がかかってんだぞとか、そういうのを示すっていう、そういうのがあると思うんですけど、そうですね。で結局そこには先ほど言ったようなちょっと多少の構想を練るよとか、そういうところも含まれてくるんで、そういうのも任せられる人間だからそれぐらいで出せよっていう、本当にただただ絵を描くだけの人間ないよっていうのところもはありますね。そうですよね。でその一方で、あえてその構想設計とかそういうイニシャルコストをめちゃくちゃ下げて見積もり出す企業っていうのもやっぱいて、ですね、もう赤字覚悟でみたいな。でそれは、結構大企業とかでちょこちょこ見てて、何を狙ってるかっていうと、メンテナンスで回収しに行くんですよね。要するに請負側がその、発注側の特に資材調達とかをちょっとどうせ精査できないだろうってなめにかかってるんで、でどうせ金額しか見てないんだろうっていうところにつけ込んで、あえて安い金額で出しといて、でその時にはメンテナンスの話とか一切しないんで、機械じゃあ安くやらせていただきますねってこうやってやってる中で、じゃあいざ引き渡しをしますかっていう段階にで、そういえばメンテナンスってどうお考えですかって下手に触られると、ちょっと機械とか故障になってもちょっと保証とかできないんですがみたいな最悪ライン止まる可能性とかもあって、それもちょっと御社で手出されてたら保証できないんですけどみたいな話をするとでもうその機械ちょっと一回止めてなんてもうできないじゃないですか。もう据え付け前だから引き渡し前の状態なのにやっぱダメなんてできないしでめちゃくちゃ高額のそのメンテナンス契約を結んで回収しに行くみたいな、が多くて、でなんで大企業に多いかっていうと、そのイニシャルコストでかかってるところはなんとか経営的に持ちこたえないといけないんで、資金力ないと無理なんですよね。でそういうのは見るんですけど、ただそこを精査できてないその、資材調達とかがなんでここの会社さんはこの金額でできてるのに他の会社はできてないんだって、もっと安くできるだろうって言って叩きにかかっちゃったりとかして、でそれでいやそれはおかしいでしょって言えたらいいんですけど、業者さんによってはいやちょっとここの仕事断られたら失注したら他仕事ないしなとかってなって、無理やり同じ土俵に立っちゃって、なんか本当に単価2000円とかいうがあるんじゃないかって気もするんですよ。だからそうなんですね。そこら辺はだから分かって大企業はね、戦略的にやってるんですよね。そう。やっぱ自分も勤めた時そういう風にやってる部署があって、それでやっぱもうドル箱状態になってるみたいな。でその設備をもう数十年使うからっていうので、メンテがドル箱になってるっていう話はよく聞きますよね。多分構想設計と逆でメンテもできない人がいっぱいで、だけどメンテはこれができないと目の前の設備が動かないという状態なんで、だからやるしかないですよね。お金かけるしかないですよね。言いなりだからいわゆるサブスク戦略と同じようなものなんですね。そういうことです。開発的なところでできなくても極端な話、最悪人海戦術でなんとかなる部分もあるんで、例えば自動化の機械を今まで10人でやってたのを2人にできる自動化のラインを入れましたってなった時に、ラインが止まったら2人しかいないのに今まで10人でやったやつがなんとか稼働できるかって言ったら、それは無理ですよね。無理ですね。でも開発はそういう人べらしみたいなのはないんで、ないじゃないですか。10人いたけど開発を自動化して2人にしましたみたいなのないじゃないですか。それはないですね。
まあ、10人がまあ8人になったとかはあるかもしれないですけど、そういうところなんかなとかちょっと思いつつ、それを大きな企業さんにやられたらちょっと辛いなって思う部分、現場サイドのところで言うとは思いながら、はい、ただ開発も本来最終的にはサブスクだろうってちょっと思う部分はあるんですけどね。リビーさんのツイートのリプにも貼りましたけど、はい、結局一緒になって共同開発最終的には、はい、やる部分が出てくると思うんで、そうですね、結局一旦開発で物を作るためには、まあ、200万かかりますよ、これを買ってこれを買ってこの設計で200万かかりますよと、はい、でそれを実際にわーって運用していって高めていくためには毎月べったりじゃなくても月に1週間に1日2日一緒にちょっとやっていきましょうっていうのが必要になってくるから、サブスク的に月いくらサポートでやるっていうのが必要なんですよね。だから導入して終わりじゃなくてそこからっていうのがあるんで、はい、何でもそうなんですよね。はい、で究極的にはだからそれを強い会社、大きな会社、大企業はそうなんですけど、大体そうなんですけど、強い会社、はい、伸びる会社っていうのはそれを分かってるから、はい、ごちゃごちゃ考えずにとりあえず作ってもらってそれを導入して自分たちで生産技術という機能を持ってで、はい、そこで導入したものを高めていってダメだったらメーカーにまた相談してとかっていうことをやるんですけど、はい、強くない会社さんとかだとそういうことはせずにもう丸投げしようとするんですよね、メーカーに。はい、自分たちはもうノータッチ、全部メーカーに丸投げ。まあ、私が今やってるようなレベルだと設備一つもう何千万とか下手したら1億単位とかになってくるんで、そういう設備を導入しようとする人たちだったら、はい、皆さんそれなりに自分たちで運用して管理して改善してってやろうとしてくれるんですよ。はい、たまにもうちょっと相談してほしいなと思う時もあるんですけどね。それはだからもう大企業ですよね。はい、大企業の中でも伸びていく企業、超伸びていく企業っていう感じではあるんですけど、はい、まあある意味それで見分けができるっていうリトマス試験紙みたいなところありますけどね。はい、どういう要求してくるかでこの会社は今後伸びていくのかどうなのかっていう見分け。その請負側は結構見てると思いますけどね。そのどういう仕様書がどういう引き合いが来るのかで、どっちもどっちも本来見てるべきなんだけども、はい、何も見ずに丸投げしようとしてるとか、はい、それはもうお客さんの書評でしょとか、全部あっちにお互いを向こうに責任を押し付けようとお互いしてるようなところだとちょっとねでは思います。はい、私のスタンスとしては生産技術にいた時は、はい、できるだけこっちで仕様を固めて、はい、でその中でなるべく安く、はい、まあある程度シリンダー1本単価分かるんで、はい、なるべくシリンダー1本で2本だけで1本で供与しようとか、そういうなるべく安くするっていうところを詰めていくっていうスタンスでいて、はい、上司からそんなことしたらダメだっていう怒られたことあるんですけどまあそれはそれとして、で発注者サイドにいた時はそのスタンスでいて、はい、で今受注者サイドとしたらそんなことできる人ってそうそういないだろうなってまあいろいろあって分かってるので、はい、なるべく引き出してお客さんが望むものはこういうことなんだなっていうのを形にしようというスタンスでいるのが今の自分ですよね。だからかかるものはかかるっていうのはちゃんと言うし、はい、でそれで無理って言われたらじゃあ違う方法を考えるとか、はい、なんていうかな、これぐらいかかるっていうのはもうある程度もういろんな自分の経験値的に分かるし、分からないとこには手は出さないっていうふうにはありますし、一番はあれですね、構想こんなことやりたいってお客さんが言われた時のに考えてベアで自分で考えて、実はこの時が一番面白かったりするんですけど、
お客さんがこんなことやりたいんだけどって言うときに、じゃあこうやったらできるかな、ああやったらできるかなっていう感じでビャーって考えて、ポンチ絵を描いていって、で、ある程度ポンチ絵ができたら、そこの中に、ここにシリンダーを置いて、センサーこれを置いて、で、このコンベヤーがこんな感じでとかって絵を描くわけで、そうすると、最低限必要な構成、この機器、こういう機器がいる、こういう機器がいるってのが見えるんで、そこになったらもう、これぐらいでできると思いますけども、ちょっと精度はちょっとまだわかんないんでやってみてからですね、みたいな話をしていくんですけど、で、その構想をポンチ絵が描けなかったら、ちょっとごめんなさいって言いますし、そういうところはあとは正直ベースで話するしかないんですけど、大体のことは構想が描けるようにはなってきたかなーって、この年になってると。自分のいる業界の範囲を大きく超えなければっていうところなんですけど。じゃあ、お客さんの要求をもうちょっと整理整頓しつつ、ポンチ絵を描きましょうっていうので、お金を取ろうとしたときに、やっぱサブスクがいいんですかね。ポンチ絵描いてる部分はサブスクではないですね。ポンチ絵描いてる時には、見積もりの範囲になってくるんで、これは見積もりの中で、例えば資材費とかその他の雑費とは言わないけど、諸経そういうのが絶対例えば 10% とか入ってくると思うんですけど、全体の、でそこが10% だけど 5% に値引きするとかあると思うんですけど、そういう部分になってくるんじゃないかなって、最終的にはと思うんですよね。で、そこが早ければ早いほど利益が出せるし、遅ければ、時間がかかればかかるほど利益が出せないわけじゃないですか。で、最終的にそこが決まらなかったらもう破綻するしっていうところになると思うんですけど、そこが究極的には、腕の見せ所っちゃ見せ所なんですけども、会社組織でやってるんであれば、そこは最終的には個人のところじゃなくて、例えばちょっといいアイデアが出ないってなったら、隣の設計者に相談するとか、上司に相談するとか、そういう組織ぐるみでのところになっていくと思うんで、究極的にはそういう感じかなとは思いますね。で、そこはサブスクではなくて、サブスクでやるべきっていうのは、分からない部分って絶対あるんですよね。実際やってみないと分かりませんよっていうのは。そうですね。もうというか最近の開発案件って基本的にそうだと思うんですよ。実際それで作れるんだけど、そこからやってみないと、すんなりいくこともある。で、すんなりいかないこともある。だから、すんなりいくこともあるしないけども、例えば100は言い過ぎる。例えば20人区ぐらい考えてたと。したときに、すんなりいけば、何もせずにすんなり、1人区ぐらいですんなりいったって言ったら、完全にこっちの利益じゃないですか。そうですね。で、そんだけ利益を出してるってのは、逆に言うとお客さんにその損益を与えてるわけですよね。で、20人区とも見積もりしてたけど、うまくいけなくて、60人区かかっちゃいましたよと。これは分かりやすく自社の損益、利益を圧迫してるじゃないですか。損益出してるじゃないですか。どっちにしだって、だから自社にマイナス出すか、お客さんに対してマイナス出すかっていう話で、請求できるかできないかは別にしても。っていうところになってくるんで、だからそういう、やってみないと分からないっていう要素は、ちゃんとはっきり言って、そこを一緒に開発しましょうよっていう。で、期限を区切って2ヶ月で頑張ってやって、どこまでいけるかっていうのは分かんないけど、分かんないって言うとあれなんですけど、私の知り合いで、社名はもう出さないですけど、言えばもう絶対もう誰もが知ってる大企業の生産技術的なところのトップにいた人がいるんですけど、その人曰くぶどまり 100%、でなんか不良が1個でも出れば24時間オンコールで呼び出すって言ってたんですよね。こんな会社と絶対取引しねえよ俺はって思いましたね。
まずぶどまり 100% ってありえないですからね。ありえないですね。何言ってんだって思って。だからある程度のところで線引きしてそこでおさらばするっていうのはもう当然の話であって、それは飲めよっていう。はい、まずだから契約で引き渡しの時にこれだけできれば引き渡しっていうのをまず一つ出しといて、はい、でそれで納得できないっていう時もあると思うんですよね。これだけは出してほしいっていうお客さんが、はい、そうなったらじゃあそこはちょっと今は確約できないから、はい、だってやってみないと分かんないとかあるって、そこね嘘ついてできますっていうのが一番ダメだと思うんですよね。営業は言ってもいいと思います、はい、営業は技術者はそれは私は言っちゃダメだと思うんですよね。本当に絶対できるって思うんだったら言ったらいいと思うんですけど、できないんだったらできないと思うけど頑張ればできるかもっていうのはいっぱいあると思うんで、そこはね普通に言えばいいと思うんですよね。はい。なんでみんな言わない人がいっぱいいるからいろいろ問題が出てるんで、なんで言わないかなってちょっと分かんないからちょっとそこは開発期間として時間ちょうだいよって言えばいいのにって、はい、思うんですよね。あとは営業なんか意思があるんですかねはい、と思うんですけど、私はもう言いますけど、であとはだから会社勤めであれば営業に任せればいいと思うんですよね。そこを自社で飲むのか、お客さんにも言ってこうやって一緒にやりましょうっていうのかとか、はい、その辺は営業に任せればいいと思います。自分でやってるんであればもう私がそれだったら言いますけどね、普通にお客さんに個人でやってるってこともあってこうでっていいと思いますね。営業さんってそこまで踏み込めるもんなんですか？なんか個人的にはなんか、そこまでなんだろう、お客さんと話ができないからなんかその技術部門と営業部門の間にもう一部門置いてみたいな、なんか技術営業みたいなのがいてみたいなそれがない会社だったらそこが欲しいなって思うことはいっぱいありますね。だけど対お客さんに対していろいろ話するのは基本的には営業になるんで、会社組織だったら、はい、で私が例えばそういうお金を確約お客さんにすることでできないんですよね、会社組織として。言っちゃいけないってまず言われますね。はい。だからもうそれはもうそういうもんなので、はい、もう任せるしかないんですよね、逆に言うと。で、はい、極端な話、例えばお客さんと話をして私がじゃあそれ100万でやりますって言ったとするじゃないですか。はい。そんなの何の確約にもならないんで、後で例えばお客さんが春山さんが100万でやるって言ったところで、はい。私はめちゃくちゃ怒られますよ、そらもちろん。めちゃくちゃ怒られるんだけど、だからといって例えば契約上のなんかってなってくると何の効果があるかって言ったら何の効果もないんですよね、そんなものって。はい。だから言った言わないとかいうレベルにも乗ってこないんですよね。はい。春山さんが言った言わないとかじゃなくて、そんなの仮に言ったとしても何のその契約上の制約は何もないですよっていう話になっちゃうんで、はいはい、っていうレベルだからもうそういう契約の権限があるっていうところは技術者じゃないはずなんで、会社組織であれば基本的には、はい、逆に言うとだから私も個人でやってましたけども、個人でやってるんであれば、はい、そういうところはすごく気を使わなきゃいけないなって思いますね。契約っていうところは軽々しくやれますよできますよって言っちゃうと後が怖いなっていう部分はありますよね。当時のだから私契約書は基本 A42 ページでびっしりいろいろ書いてますからね。こういう条件で基本契約だけで。基本契約だけでそんな書くんですね。書きました。書いてありますね、私の契約書って。はい、そんなことするから嫌がられるってもあったのかもしれないけどなんかそこも自分は契約書たまに書いてましたけど、なんか、細かく書きすぎるとそれはそれでなんか
いや、そんなん見たらびっくりするやろとかって言われるし、でも書かなかったら書かなかったみたいな。私の考えとしては、それだけ書き込んでて、いろいろ、はい、それを見て、いや、こんなことっていうような人とは契約しないっていうスタンスですよね。あ、ここまでいろいろちゃんと考えて契約結ぼうとしてくれてるんだ。じゃあ安心、個人だけど安心だねっていうふうに思ってくれる人。じゃないと契約をむしろしたくないっていうスタンスでしたね。客を選ぶパターンですね。で、それ一本でやっててると、まあちょっとしんどかったけど、まあ今だったら本業があってのことであれば別にもう全然選べますよね。あなたと仕事したくないみたいな。はい。そういう意味では今気楽っちゃ気楽ですね。はい。一個、針山さんに聞きたかったのが、はい。なんかこの発注者側と請負側のこの問題で、はい、でこの機械、設備設計の業界だと結構請負側が叩かれるケースっていうのがよく聞く話かなとは思うんですけど、そうですね。はい。でも一方でなんかこういう話ってなんか他にも似たようなのがあるなって思ってたのが、はい、住宅業界で、個人の人が例えば工務店とかそういうところにちょっとお家建ててほしいとかリフォームちょっとお願いしたいとかって言った時にぼったくられるみたいな話ってちょいちょい聞いたりするんですよ。でこれ今度は発注者側が損するパターンなんですけど、はい、でもなんか結局行き着くところってじゃあ適正価格でちゃんと取引ができれば本来誰も損しないよねっていうところには落ち着く気がするんですけど、はい、じゃあその適正価格って何ですかっていうところが出てくるじゃないですか。これでもね、設備は分かりやすいじゃないですか。1000万で導入しました。はい、その1000万で導入した設備で自社のワークというか製品が月100個作りますとするじゃないですか。はい。で、その100個が1個1万円で売れますよと。はい。そしたら月100万円ですよと。はい。で、その1個1万円の中のコストってわかるじゃないですか。で、製造物、購入品がいくらで、はい。人件費がいくらでと。1万円のうち、5000円がコストがかかりますよと。はい。ってなった時に、じゃあ設備ってどんだけかかりますか？ 1000 万円で入れましたけども、はい。例えば3年で減価償却しようとしたら、年間333万円で、はい。で、330万円を12ヶ月で割ったら、1ヶ月30万円ぐらいですよと。で、はい、その設備の費用としてかかってきますよと。1ヶ月。はい。で、1ヶ月で100個作るんだったら何千円ですよ。1個あたり何千円かかりますよっていうのが出せるんで。はい。はい。出せるじゃないですか。で、まあ、設備設計される方って、割とこういう計算される方多いと思うんですけど、はい。で、これで、プラスマイナスいくらですよっていう、はい。できると思うんですよね。はい。で、まあ、だから、それがあるから設備を導入した方がいいかどうかっていう評価ってできると思うんですよ。はい。まあ、私的にはそんな計算ができてしまうからダメなんだなってちょっと思ってる部分はあるんですけど。はいうん、で、リビーさんが今例に出してくれた家の話になると、はい、例えば家3000万円かかりますと。はい、減価償却とか計算します？家を買って何を売り上げしますって話じゃないですか。はい。3000万円でそれがいいかどうかって言ったら、例えばその家を見て、はい、ああこの家いい家だ、立地もいい、ああじゃあ、はい、で、まあ、子供が何人ぐらいいるからこれぐらいだったらっていうそういう価値観で3000万だったらって買うじゃないですか、はい、とかあと自分の収入がこれぐらいだからとか、はい、全然だから評価基準が違うんですよね。一方で生産技術の費用対効果はめちゃくちゃ言われるんですよね。なんか
お客さんの予算を、ちょっと話戻るんですけど、はい、お客さんの予算がこんぐらいで出せるだろうなっていうので、はい、その設備の能力と、あと目標の生産量とでやるとは思うんですけど、はい、そこが多分取れるマックスだとは思うんですよ。お客さんからお金をいただけるマックス。はい、それによって計算される、それが予算ですから。はい、で、そこからじゃあその金額を出すかどうかを考えたときに、今度競合他社がいるじゃないですか。はい。で、競合他社よりも、安い方が有利じゃないですか。ってなったときに、食材費がこんくらいかかって、設計費は多分こんくらいかかるだろうって、コストから積算していって、で利益は何%取りたいっていうところが多分ミニマムになるじゃないですか。それ以上は多分下げたら赤字。もう赤字とかもう根幹に揺るがすみたいな話になっちゃうんですね。はい。そのマックスとミニマムの間で、じゃあどこで見積もり出すかって話だと思うんですけど、例えば、お客さんからしてみれば、本当はその、ミニマムぐらいで出してほしいのに、なんかマックスぐらいの金額出されたって分かったら、それぼったくりだって思うじゃないですか。はい。で、そういう話。でもこっちとしては、なんでしょう、競合他社がいくらで出してるとか知らないじゃないですか。それはそうですね、基本。知ってたらおかしい。でもなんか、それでぼったくりだって思われるのもなんかなって思うし、でもかといって、その金額を下げすぎると、本来もうちょっと上で受注できたはずなのに、下げちゃったせいで、そこって機械損失になるじゃないですか。そうですね。だから難しいなって思ってて、なんか、競合他社とか、その引き合い先の情報とかあって、オープンにされた方がいいのかどうなんだろうなっていうところをちょっと聞きたくて。発注者側でやってた時の話をさせてもらうと、はい。でも難しいな、正直、分かんないっていうのが正直な結論になっちゃう。ですけど、なんていうか分かんないっていうとちょっと語弊があるんですけど、私が発注するときっていうのは、これぐらいかかるって分かるって発注するんですよ。自分で絵をある程度描くから、ここのコンベアいくらぐらいとか、ここにシリンダーこうやってやるからこれぐらいっていう分かった上で、これぐらい利益取りたいだろうなっていうのも分かった上で発注するから、出してくる見積もりもみんな分かっちゃってるんですよね、私としては。で、時々めったにないけど押し返したことはあるんですよ。もっと出してこいって言ったことは何回かあるんですよ。作業者に払えないでしょって言って。だから作業者に払えないからもうちょっとどうするつもりだっつって、出せないんだったらもうちょっと出してこいって返したこともあるんですけど、それでもちゃんと利益を出せるあれがあったからっていうのもあるんですけどね。予算的にいろいろあって、それはちょっといいです。で、それぐらい分かってコントロールする人がいればいいと思うんですけど、だから分かんない人がコントロールしてるんですよね、ほとんどのパターンとして。そうなんですよ。ある程度分かってる人がコントロールしてたとしても、さっきの話で調達に入っていくと結局安いところにみたいになっちゃうじゃないですか。そうなんですよ。それはね、どうしたいかですよね。多分そういう時にもうちょっと値引きって言われることがあると思うんですけども、値引きしてでも欲しいかっていう話と、どうなのかなって。で、私なんかはどっちかっていうと、安請け合いはしないっていうスタンスでいたんで、だから物を作るっていうところとはちょっと違って、コンサルでいた立場ではそういうスタンスでいたんで、でそれでうまくすごい順風満帆でなんか億万長者になってたらすごく、説得力あったんでしょうけど、そうなってないんで、説得力はないんですけど、
ただまあ、私としては安請け合いは絶対しないよっていうスタンスではありましたね。売れようが売れまいが自分の持ってるものにはやっぱりそれなりのプライドっていうか自信を持って、まあ、だからといって傲慢になるわけではないとは思うんですけど、そんな感じでいるかなと思いますね。逆に、まあこれちょっと答えにくかったら全然答えなくてもいいんですけど、請負側じゃないですか、今、春山さんって。になった時に、そのマックス、ミニマムのどこで出しに行くかとかって、なんか、事例とかでもいいんですけど、こんな感じかなとか、なんか、そういうのってあります？そこは気楽でもう営業に任せてますね。淡々とこれだけいるっていうのを全部本当にコストを全部出してますね。これやるんだったらこれぐらいの、まあ過去の事例もあったりする中で買い物がこれぐらいあるし制作物がこれぐらいあって、例えば同じようなもの10年前にやってるけど10年前から比べて鉄ってこれぐらい上がってるな 10% 上がってるなっていうところで出すとか、設計費もじゃあ春山さんから出してそこから何がけするかはもう営業にっていう。そうですね。まあある意味ミニマムですね。そこ絶対これは必要だよっていうところを出して、あとは営業に任せる感じですね。なるほどな。私が出すコストって設計に関わるところなんで、設計とものづくりか。私機械設計、電気設計、制御設計、あと現場の組み立てやる、あとまあ加工とかやるっていうところは出すけど。会社としてはそれだけじゃないじゃないですか、コストって。そこに、まあ、経理の人がいたり、総務の人がいたり、まあ、営業の人もいたりとか、間接の人もいるから、そこは最低限乗っけないといけないんですよね。それはかかるコストとして。そこはまあ、私はノータッチで、そこじゃなくて、ものづくりだけに関わるコストを出して渡して、でそこからプラス、間接費で必要なのがこれぐらいですよ。そして利益としてこれぐらいは絶対必要ですよ。っていうのを営業がやってるって感じですかね。なるほど。そんな中でこう見積もりを出したときに、まあ、一発で通ればいいですけど、ここをもっと直してだの、あそこをもって直してだのってやってるうちになんか構想設計費の工数がなんか全然見積もり金額よりいってしまう。いっぱいありますね。やっぱあるんですね。そういう場合って値上げするんですか？最初の見積もりに対してですか？そうです。それは見積もり出し直すこともありますね。構想が変わって設計変えてこうやってやってるんだから、まあ、こう理由で見積もりが変わりますよって。それもちろんその見積もりの設計構想設計はこう変わりましたっていうのを出して上でですけどね。なるほど。それは出し直しますね。ただまあそれも営業判断にはなりますけどね。そこはもう内数としても含んで出すんですね。そこもちょっと程度問題とかもあったりするんで難しいんですけど。線引きもレイアウトがちょっと変わって絵を描き換えるぐらいだったら、それはちょっと言えないですけども、例えばちょっとなんか検査機構を一つ付け加えて LINE のここにちょっとこんなもの付けてほしいって言われたら、それの絵を描くし、そしたらもう物も増えるんで、それはもう見積もりが変わりますよっていうので、図面と一緒に見積もりを出し直すみたいな。デルタ1で出すよっていう感じですかね。それはでも、だって絶対納得してくれますよ、お客さんも。言わないと、言わずにそのまま行くと、前の見積もりのままやってくれるってお客さん絶対思いますし、でも言うと絶対それはそれで納得はしてくれる、当然のことなんで、お客さんの立場に立って考えれば当然なんですよね。追加で変えたっていうのは分かってて、でも言ってこなかったら同じ金額でやってくれるんだ。じゃあそのままほっといていちいち言わずに行こうと。言ったらだって金額上がるの分かってんだから。言われたら言われたで、まあそりゃそうだねって変えたもんねって、それはお客さんもが一番分かってる話。またその金額が適正かどうかは別として、いやもうちょっとなんとかしてくれって言われることは当然あるにしても、何でもそうなんですよね。言わないと絶対それはお金もらえないよってアピールしないとっていう、それは思いますね。
自分大企業にいた時は、まあ、お客さんからそうなんか言われたことはないんですけど、営業からすごい叩かれたことがあって、例えばなんか、鉄をステンレスにしてくださいって言われたから値上げしたらおかしいだろうってすごい言われて、いや、おかしいじゃないでしょって、鉄とステンレスって値段3倍ぐらい違うんだからみたいな言った。そらそうだろうっていうのはね、あれ。おいおいおいそういうのは設計の努力のやるところだろうとか、なんかめっちゃ、なんか20個ぐらい上のなんか営業の方と大喧嘩したことありますね。もう何でもそうなんですよ。だからお客さんから言われてイエスっていうのは簡単だし、イエスと言ってだからといって値上がりしますっていうのは難しいし、難しくないんですけどね、本来。本来みんな分かってるはずなんですよ。鉄をステンに変えると値段上がるよねって。だから有名な小話で、まあ国際的な値引きの交渉の中で、日本人を相手にするときは黙っとけば勝手に値段が下がるっていう難しい顔して、黙っとけば勝手に向こうが値下げしてくれるっていう。空気読みの達人がいっぱいいますから、空気読まなくていいのに、そんなのでただ重たい空気出しとけば黙って100万って言われて黙って何も交渉せずに黙って腕組んでいれば100万が80万になるみたいな。楽なんですよね。値を下げて仕事を取るとか、お客さんの言うことだけ聞いて値段を据え置きとか、何も交渉しなくていいから、究極的にはそういう時はもう最終的に私は自分で交渉するつもりで資料をまとめたりしますけどね。一回現場の追加項目で2、300項目ぐらいを A41 枚の Excel で全部ずらーっと書いて、めちゃくちゃ小さい字で書いたんですよ。まあ、2、300項目ぐらい一覧表にするわけですから普段だったらそれもちゃんと見やすい字で何ページかに分けて書くんですけど、ちょっと当時ムカついててお客さんにで、あえてもう見にくい字でちっちゃい字でずらーっと細かくもう書いて、でそれを持ってはるばる九州まで行ったことありますけどねで一個一個全部反論できるんだったらしてくださいって言って出したら、ちょっとって言って席外されて5分後ぐらいに全部認めてもらったことありますけど、すごいですね。なんか重量から1キロ材料費いくら全部出しました。で加工がこんぐらいかかるから溶接線がどんぐらいあるからとか全部出したんですよ。もう6パイのチューブの M5 の継ぎ手1個から全部出しましたね。何十円単位の下手したら100円もかからんようなこれがここ図面のここの何番で10個使っててこっちで20個使っててって全部出して当時の上司に 2,3 万ぐらいしか取れないんだったらもうやらなくていいからってすごい言われたんですけど、2,3 万でも取れるんだったらやってやるっていう感じでしたね。見積もりも何でも最終的にはそういう説得力も強いかなと思う。あと維持と説得力、本当にこれでかかるんですよっていうのが分かってもらえれば、だから分かってもらうための努力も必要かなとは思いますね、技術者にも、これも社名さすがに出さないんですけど、私の知り合いの勤めてる会社が、とある重工絡みの会社さんで、その会社に勤めてる人がその設備をその重工に見積もりを依頼したら、明細一切なしで1億円っていう見積もりが来たことあるらしくってさすがに明細一切なしで1億円は上司に回せないから担当者にって言ったけども、明細なんか出せねえって言われたことあるらしくってそれじゃ無理でしょっていう感じじゃないですか。だから見積もり出すにしても何をするにしてもやっぱりある程度はちゃんと分かってもらえるような説明ができるっていうのも必要かなとは思います。それは技術者個人の説明能力だけじゃなくても営業を巻き込んででも何でもいいんですけども、それは必要かなとは思いますね。いろいろ参考になったので
あ、いえ、なんか気づけばいろいろ喋りすぎた、一方的に喋りすぎて、すいません。楽しかったですけど、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。はい。はい。聞いていただいた方は皆さんありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい。また機会があったら、ぜひ、また対談お願いします。そうですね。YouTube での対談とかも面白いかもしれないですよね。楽しみですね。テーマ出してもらえれば。はい、ぜひぜひ。はい。はい。今日はありがとうございます。ありがとうございました。はい。はい。お疲れ様。おやすみなさい。おやすみなさい。